皆さんこんにちは。つなぐデザインの根津光太です。まず、私のお話を始める前に皆さんにご紹介したいものがあります。電動バイクのゼクーです。電動バイクのゼクーです。そしてそれを作ってくれたオートスタッフ末広の中村さんです。はい、それでは私のお話を始めたいと思います。今日はですね、皆さんにワクワクをつなごうということでお話をさせていただきたいと思います。朝もですね、実はワークショップやらせていただいて、ワクワクっていうのをテーマにお話をさせていただきました。ワクワクしないものを作ったら犯罪、ちょっとこれは当然言い過ぎなんですけど、僕らものづくりをやっててですね、自分がワクワクしないようなものを世の中に送り出しちゃうのはどうかなというふうにいつも思ってます。それからですね、これはゴツゴツとっていうことで、これはなんか今日TEDx シーズのスタッフの方にですね、ゴツゴツした感じでやってくださいと言われて、なんとなく分かったような気がするので、今日はちょっとゴツゴツやりたいと思いますので、皆さんそのように聞いていただければと思います。はい、今もご紹介いただいたようにですね、プロダクトデザイナーということでやってるんですけども、当然工業製品のデザインをするお仕事なんですね。これはスケッチですね。実はこういうスケッチがこういうようなものになります。でこれはさらに世代を重ねて、今第2世代でこういう今本当にこれ皆さん買っていただくことが別に買ってくださいって言ってるわけじゃないんですけど、でも買ってください。こんなものが世の中に出ています。それから最近はですね、クリエイティブコミュニケーターというふうに自分を呼んでまして、それは何かっていうとですね、会議を楽しくする仕事っていうふうに定義してるんですね。本当は会議ってすごい楽しい時間なのに、皆さん会議ってイコールつまんないってもう頭の中でそういう方程式がありますよね。いやそうじゃない、せっかくいろんな人がいるんだから一番いいクリエイティブな場になるはずだということで、いろいろ活動をしています。でアイデアは相手の中にあるっていうことで、よくこういう気持ち悪い絵を描くんですけれども、お互いのアイデアを発掘し合うっていうんですかね、そういうところを非常に大事にしていて、僕もみんなのアイデアを発掘しますし、そうするとみんなも僕のアイデアを発掘してくれる、そんなようなことをやっています。でチームの力を最大化するっていうことなんですね。でこれはですね、アフタヌーンティーという会社のお仕事をさせていただいた時に、僕は実際会議での間にいろいろわーっとみんなが言ったこと、あるいは自分が思ったことをわーっと書いたようなメモです。でこれはその後、事務所に帰ってCG で作って、これが実物ですね。はい、これもですね、僕もともとトヨタに勤めてたんですけど、そんな話をするつもりはなかったんですけど、これもぜひ話せというのでですね一応話そうかと思います。これはトヨタ時代の僕で思いっきり金髪ですけど、はい、辞めてからこうなったわけではなくですね、辞める前からこういう感じでした。でこれは愛・地球博っていうのに出たアイユニットっていうトヨタが出したものなんですけど、これをいろいろ一生懸命やったりしてました。で人生のアウトプットを最大化するっていうふうに思ったんですね。もちろん会社にいても一生懸命やって一生懸命アウトプット出せると思うんですけど、なんかやめる方がもっと大きくなるかなと思ったんです、その時は。今はちょっとまた違う考えなんですけど結局答えがこれで、面白い人と自由につながれる、そしたら自分のアウトプット増えるでしょ、そういうふうに思ったんですね。じゃあ面白い人とつながって何をするのかっていうことなんですけど、ちょっと子どもの頃からのワクワクを実現したいなと思ってですね、でワクワク電気バイクを作るっていう、小学生か、いやでも本当にもう中二病ってよく言ってるんですけど、最近中二でもないんじゃないかって思ってる。でこれがですね、会社のトヨタを辞めてそのすぐ後に作ったこれは CG なんですね。で2005年でもこの当時の僕はこれを一緒に作る仲間も
作る力もなかったんですよね。でCG で終わってたわけです。でもワクワクはもう一人では実現できないなと。でもうワクワクチームを結成しようと。ワク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 うるせえよって思うかもしれないですけども、まだまだ言いますんで皆さん。でも願えば出会うっていうことで、先ほどご登場いただいた中村さんなんですけれども、でそうしたらですね、僕ちょっと電気バイク作りたいんですよって話をしたら、中村さんが「分かった」と「でもその前に俺やりたいことあるんだよね」っていう話になりまして、あ、なるほどと、それは聞いとかないとこの先がないなと思ったもんですから、これ前2輪後ろ1輪の、リバーストライクって言ったりするんですけど、そういう乗り物なんですね。でこれをですね中村さんと一緒に作りまして、本当に小さな工場だけで作ってるんですが、この高坂さんですね、はい、こんなものを最初に作ったんです。でですね、これトミカにもなってます。でなんと今日会場で絶賛発売中ですのでですねさっきから買ってくれってばっかりなんですけど、でこれ買っていただいた方で僕見つけていただいたら漏れなくサインしますんではい、というわけで、じゃあここからがいよいよ僕のワクワクなんです。でゼクというこの電気バイクなんですけれども、まずは自分からワクワクを始めようっていうことですね。やっぱり自分がワクワクしないと他の人をワクワクさせられないでしょっていうことなんですけど、でですね、今回このスケッチを書いてですね、それはもうなんかすごいワクワクしちゃって、自分でこれやばいと思って、もうこれすぐ作ろう、本当は例えばトヨタとかだったらもっとちゃんとした絵を描かないとなかなか納得していただけなかったりするわけなんですけども、もうこれでいい、これだっていうので、はい、中村さんに相談だということで、ちょっとこれは本当に中村さんのとこ行ってですね、オートスタッフ末広さんに行ってその場で描いたんですけど、えらい汚い、こんなもんテッドに出すなよっていうレベルの絵ですけど、でもね、こういうところでクリエーションって生まれていくんですよね。でもう大体こんなサイズ感じゃないのみたいな話をしてやっていくわけですけど、もうちょっと真面目に検討し始めてですね、で、ワクワクをつなぐためにっていうことなんですけど、もう言葉も絵も全部駆使します。もう皆さんも持てる力を全部使えば絶対ワクワクって伝わると思うんですね。でこんな割とどうでもいいところから作り始めたりするんですけど、自分のテンションを上げるためにですね、こんな形で今バイクのフレームを作ってるんですね。はい、割ともうこんぐらいになってくると嬉しくなってきちゃってですね。でもデザインスキルっていうのも全てそのためだと思ってる。僕はもうコミュニケーションが1で、そのデザインっていうのはそれを円滑に進めるためのツールだというふうに定義してます。でこんななんだかよくわからないんですけど、いっぱいねこう思いをぶつけた跡が残るんですね、ああいうふうに。でこれが一応この CG としては完成ですね。こんな感じのものを作りたい。でちょっとこんななんちゃってシステム図みたいなものも書いてですね、見る人が見るとツッコミどころ満載なんですけど、はい、で本当に欲しかったもの、僕が根津さんかっこいい、これ僕がかっこいいという意味じゃないんですね。さっき送った絵がかっこいいっていう意味なんですけど、ここ笑ってくれないとすごい寒いんでもう未来を感じますね。やる気がもっと出ました。頑張りましょう。寸法は後で教えてください。これも大事ですよね。この空気感取り急ぎとありがとうございます。これはもうワクワクがつながった瞬間なんですね。もう本当に嬉しかったです。でもワクワクがつながっちゃうともう細かい説明なんかいらないんですよね。で後でちょっとまたこのバイクも展示しますのでゆっくり見ていただきたいんですけども、これ本当に旋盤で作っているところです。で板を削って切って溶接して、でこれはどんどんできていく様なんですけども、例えば僕はじゃあこういうところはデザインしました。だけど気がついたらこんなちっちゃいネジまで全部頭がきれいに削ってあるんです。そんなこと僕一回も言ったことないなんですけど、ワクワクが伝わってればそういうことって起こるんですよね。本当にこういう工場で作ってるんですね。
ちょっと雑然として見えると思うんですけども、この写真見た中村さんが綺麗に撮れてるねって言ってくれたでディテールにも宿るワクワクっていうのが今ちょっとお話ししたことなんですけども、ちょっといろんなところをねやっぱこうみんながこう熱を込めて作るもんですから、いろんなところにこうこもるわけですよね。はい、もうこの写真撮った時はもう僕はもう本当に失神しそうなぐらいこう嬉しい感じになっています。あれなんかちょっと顔が切れちゃってすいませんね。多分わざとだと思います。でもうワクワクの結晶ということで、これ忘れもしない、昨年のデザイナーズウィークに出したんですけど、その日の朝にできてその日の朝に撮ったっていう、これはもうプロの方に撮っていただいた写真ですね。やっぱ綺麗ですね、プロの方ね。こういうなんか切削した跡が残ってたりとか、もうこだわりポイント話し出すとちょっと18分にはとても収まらないので、後でまたお話ししたいと思います。はい、ちょっとじゃあ話題を変えて、じゃあ分かったと、そういうのは小さい会社だからできるんだろう、そうかもしれない。じゃあ本当に大きな会社でワクワクできないのか。僕はそうは思ってない。でトヨタを辞めてトヨタとつながるっていうことなんですけど、実は親子でワクワクできるそういう小さい車をですね共同開発しました。こんな車なんですね。これは僕のイラストで本物ですね。なんか嬉しいですね、そのリアクション。ありがとうございます。こんなのですね。ちょっとひょっとしたらおもちゃショーに出したんですね。モーターショーではなくて、その辺もちょっと新しいトライだったんですけれども、でも子供も運転できてですね、もうこの写真もうこれのために生きてますっていう感じで、はい、やや大きいお友達もいたりなんかするんですけど、これちょっとだいぶ大きかったりするんですけど、でも喜んでるんだからいいかっていうことですよね。はい、で結局トヨタ辞めても、辞めた方がとはあえて言わないんですけど、やっぱりトヨタの面白い人とつながればいいんですよね。これ辻さんっていう、もうこの人いなかったらこの車できなかったですけど、副社長を脅して反抗させたっていう噂ですけど、これうちの金井君とですね、なんかドアに落書きしてますけど、こういう普通ね大きな会社だったらなんかこういう雰囲気にならないと思うんですけど、すごいゲリラ的なチームで、本当に楽しくやってたんで、こういうこともなんかねちょっと語るかなと思ってこの写真使ってます。でトヨタじゃないワクワクの人もつながるっていうことだったんですけど、今回すごい時間の短い中で僕僕のベストメンバーフル動員したんです。これはTGB デザインの石浦さんという方と、から高野健さんは内装ですね、例えば内装っていうんですかね、展示会のブースの設営なんかをやってる方ですね。で石浦さんは映像を作ってくださって、そういうなんかこうなんて言うんでしょう、もう公私混同って、悪い言葉のように言いますけど、もう全然僕はいいと思ってるんですね。楽しくいいチームでやりました。でも結局会社じゃなくて人ですよっていう、これねなんかみんな言ってんじゃんっていうようなことなんですけど、でも本当にそう思います。で面白い人とつながればワクワクでしょっていうことで、自分のワクワクをどれぐらい面白い人と一緒にシェアできるかなと。でこんな写真で楽しいかなという、いい写真だなと思ってます。はい、それでは話をゼクに戻しますね。ですね、製品化のハードルってすごい高いんですね。プロトタイプまでは、それも大変ですよ。大変だけど、なんとかいくんですけど、お客様のもとに届けるって、これは本当にハードルが高い。で今一生懸命それをやってるんですけども、これテレビ局に撮っていただいたりしたんですけど、これは手塚さんに撮ってもらった写真ですね。一生懸命乗って、なんか感動したんですよ。やっぱり走った瞬間、一番最初ですね。もう本当死んでもいいと思って、今は死んだら嫌だなと思ってますけど、この時は本当にそう思いました。で中村さんさすがですっていうことでですね、ナンバー取れたんですね。これも今もちゃんとついてるんで見ていただきたいんですけど、一体どんな手を使ったのやら、こんな勝手な乗り物がですね今公道を走れる。本当にこれはもう中村さんに僕本当に感謝しているんですね。
で製品化に向けてさらにつながるワクワクっていうことで、これ今やっぱり電気バイクなので、中村さんもガソリン系は詳しくても電気系はできないよみたいなことで、電気系の人を新たに招き入れたり、あと左下の2人はですね、今僕が履いてるこのブーツですね、これゼクーに合わせて作ったブーツなんですけども、これを一緒に作ってくださった方ですね。でもう大きな会社のワクワクの人もっていうのはなんでしょうね、これ実は本当にちっちゃいプロジェクトなんですけど、大きな会社の人が意外と興味を持ってくれて、それも面白いなって思ってるんですよ。ちっちゃい会社が大きな会社をちょっと巻き込んでやっていくみたいなことですね。そんなこともこれからどんどん起こってもいいんじゃないかなと思ってます。はい、それでワクワクをですね、じゃあどうすんだっていうことで、町工場から世界へっていうスローガン掲げてるんですけど、もうまずはドバイです。まずかって話なんですけど、これ会場です。引きましたちょっとでももうしょうがない、行ってくるしかないので、ここ来年の1月に行きます。でドバイをスペシャルバージョンで勝負します。ちょっとなんかスライドの調子が悪くてですね、今ちょっとボケちゃってるんですけども、申し訳ないですね。本当はピントが合ってたと思うんですけど、これをちょっと持っていきたいと思いますので、はい、もう本当時間がないんで、もう明日から準備に入りたいと思っております。はい、スライドは以上なんですけれども、この TEDx シリーズ、この場はですね、皆さんとワクワクを始める日だと思ってるんですね。でここに来てる人たちって本当みんなすごい人たちばっかりだと思います。わざわざ来ないですよね。はっきり言って変な人たちばっかりだと思うんですね。だからもうどんどんつながって自分のワクワクをシェアして、ひょっとしたらなんかここでビジネススタートするかもしれないです。あえて言いますよ、ビジネスです。そういうスピード感とかなんかこうワクワク感っていうのをぜひ今日シェアしてスタートする、そんな場にしていただきたいと思います。それではこのバイクをですね退場させなきゃいけないもんですから、ここで中村さんをお呼びしたいと思います。中村さんでせーので言うんで、中村さんでいきますよ。はい、せーの、中村さん。ちょっと出てくるの早いはい、それじゃあ皆さん、僕たちドバイでガンガンこれ売ってきますので応援してください。どうもありがとうございました。レンさんありがとうございました。こちらで待ってます。